こんにちは、デザインドリップです。今回はこのようなボールドミニマリズムデザインのインスタバナーの作り方をご紹介します。ボールドミニマリズムとは、大胆なタイポグラフィー使いや高いコントラスト、十分な余白を取ったデザインで、今年とても注目されているデザイントレンドの一つです。それでは始めていきましょう。はい、それでは始めていきます。まずはじめに背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで 3B322F のダークブラウンにしていきます。はい、こんな感じです。次にテキストツールに持ち替えて、フォントはリーグゴシック、ウェイトはレギュラー、サイズを437ピクセルにして、トラッキングとカーニングは0にしておいて、色は F8、F8、E8 の薄いベージュにしておきます。こちらでスニーカーと大文字で書きます。こちらは後で整えるので、一旦こんな感じで適当に置いておきます。次にフォントを変えます。次はゴッサム、ミディアムで30ピクセル、カーニングをオプティカルにしてトラッキングを3000に設定します。色は同じベージュで大丈夫です。こちらでコレクションと大文字で書きます。テキストは概要欄に貼ってあるのでコピーして使ってください。で、こちらの今書いたコレクションと背景レイヤーを同時に選択して中央の下に揃えます。はい、こんな感じです。で、こちらを20ピクセル上に上げます。シフトを押して1、2。はい、こんな感じです。で、こちらのコレクションの文字を元にガイドを引いていきます。ちょっと拡大します。ルーラーからガイドを引いていきます。表示メニューのスナップにチェックが入っていることを確認してください。スナップ先のすべてにチェックを入れておいてください。はい、こちらで大丈夫です。次はこちらのガイドを元に作業していきたいと思います。スニーカーの S の文字を左側のガイドに揃えます。はい、こんな感じです。で、こちらのカーニングを整えて右側のガイドに合わせるようにします。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらのスニーカーの文字と背景レイヤーを同時に選択して上に揃えます。で、こちらから30ピクセル下に移動します。シフトを押して1、2、3。はい、こんな感じです。次に長方形ツールに持ち替えます。左右はこちらのガイドに沿うように四角形を描いていきます。で、上下なんですけれども、上はスニーカーの文字の下の方に合わせるようにして、下の方はコレクションの上の方に揃えるようにして変形させていきます。はい、こんな感じです。こちらの高さを変えていきます。こちらのレイヤーを選択して、こちらの白いパス選択ツールに持ち替えます。まず上の2つの角をこのように選択します。こちらから30ピクセル下に移動したいので、シフトを押して1、2、3。はい、こんな感じです。で、次は下の2つの角を選択して、次は20ピクセル上に上げたいので、シフトを押して1、2。はい、こんな感じです。こちらでこの四角い枠は完了です。はい、次にまたテキストを書いていきます。このコレクションの文字をコマンド J で複製して上の方に持っていきます。オレンジの四角形の上の方に持っていってください。こちらの設定を変えていきます。はい、こちらの文字の設定はサイズを20ピクセル、行間を24ピクセルにして、カーニングはオプティカルのままでトラッキングを200にします。で、こちらの色は背景の色と同じ 3B322F のダークブラウンにしていきます。で、こちらの文字を変えていきます。はい、2025と書いていきます。20のところで開業します。で、こちらの今書いた文字とオレンジの枠を同時に選択して上の左に揃えます。こちらから20ピクセル下と右に移動したいので選択してシフトを押して1、2、1、2。こんな感じで20ピクセル距離を空けました。はい、こんな感じです。で、こちらをコマンド J で複製してちょっと右の方にずらしておきます。こちらの文字はフォールウィンターにしてさらに右揃いにします。段落タブの右揃えを押してください。で、こちらとオレンジの枠を同時に選択して右に揃えます。で、こちらも20ピクセル開けたいのでシフトを押して1、2。こんな感じで右側を20ピクセル開けました。はい、次にバーコードのファイルをイラストレーターで開きます。こちらのバーコードの部分だけをダブルクリックしてコピーします。で、Photoshopに戻ってシェイプレイヤーとして貼り付けます。
色は同じダークブラウンの 3B322F で大丈夫です。こちらを横幅170ぐらいで配置します。で、こちらとオレンジの四角形を同時に選択して右下に揃えます。で、こちらも20ピクセルずつ離したいのでシフトを押して12、12、こんな感じで下と右を20ピクセル開けました。はい、こちらで大丈夫です。はい、こちらでタイポグラフィーと枠の作成は完了です。はい、次にスニーカーの画像をドロップします。横幅1500ぐらいで配置してください。はい、配置したら背景を切り抜きたいと思います。コンテキストタスクバーの背景を削除をクリックします。するとこんな感じで綺麗に切り抜かれました。ちょっと拡大します。綺麗に切り抜かれてはいるんですけれども、微妙に縁が残っていたりするので、1ピクセル内側にずらしてさらに切り抜いていきたいと思います。コマンドを押しながらこちらのレイヤーマスクをクリックします。するとこのような選択範囲が作られます。この状態で選択範囲の選択範囲を変更、縮小をチェックします。するとこのような画面が出てくるので、縮小量1ピクセルで OK します。すると1ピクセル内側に選択範囲が縮小されました。この状態でこのレイヤーマスクを右クリックしてレイヤーマスクを削除します。で、このままの状態でこの下のアイコンからさらに新しいレイヤーマスクを追加します。すると縮小した選択範囲でマスクが作られました。ちょっと拡大します。はい、こんな感じで綺麗に切り抜かれているのがわかると思います。こちらの画像を回転させたいと思います。シフトを押しながら右上あたりをクリックして変形モードにして2回カクカクと半時計回りに回転させます。マイナス30度回転させます。するとこんな感じになります。で、お好きな位置に配置してください。はい、一旦こんな感じでいいかなと思います。次はちょっと画像を明るくしたいと思います。こちらのレイヤーを選択してこちらのアイコンからレベル補正のレイヤーを追加します。で、オプションでクリッピングします。設定はお好みでいいんですけれども、今回は右のスライダーを240、真ん中のスライダーを 0.80 にしてみました。はい、こんな感じです。次にシャドウをつけていきたいと思います。こちらのスニーカーのレイヤーをダブルクリックします。ドロップシャドウを選択します。色は664130のブラウンにしていきます。描画モードは上算で不透明度を 15%、角度を140度にして距離を250ピクセル、スプレッドは0のままでサイズを100ピクセルにして OK します。はい、するとこんな感じでうっすらと影がつきました。さらに奥行きを出すためにドロップシャドウを重ねていきたいと思います。こちらのドロップシャドウをダブルクリックします。で、こちらの右側のプラスアイコンをクリックします。で、この上側の方の設定を変更していきます。基本的には全部一緒なんですけれども、こちらの距離だけ100ピクセルに変更します。この状態で OK します。はい、するとこんな感じで奥行きが出ました。こちらのレイヤーとレベル補正のレイヤーをグループ化します。スニーカーなどと分かりやすく名前を付けておいてください。このままだとオレンジの枠からシャドウがはみ出てしまっているので、枠の中に収めるためにレイヤーマスクを追加します。コマンドを押しながらこちらのオレンジの四角形のサムネイルをクリックして選択範囲を作ります。この状態でスニーカーグループを選択して下のこのアイコンからレイヤーマスクを作成します。はい、こちらで大丈夫です。次はさらにスニーカーに質感をプラスしていきたいと思います。こちらのレベル補正のレイヤーを選択してさらに新規レイヤーを追加してオプションでクリッピングします。こちらのレイヤーを描画モード上算にして不透明度を 30% にしておきます。で、ブラシツールに持ち替えます。で、スニーカーの影のあたりから色を取ってちょっとさらに色を暗くします。今回は B95827 のこのようなダークオレンジにしていきたいと思います。こちらで OK します。で、こちらでブラシサイズをある程度大きめにして今回は直径420、硬さ0で不透明度 100% にしてみました。で、ある程度大きめのブラシで靴の底の方にふわっと影をつけていきます。特にこの右下の部分に影がつくようにしていきます。ちょっと上の方を消していきたいので今度は消しゴムツールにしてちょっと上の方を消してみたりして調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。次にハイライトを追加していきます。また新規レイヤーを追加してオプションでクリッピングします。
はい、次は描画モードをオーバーレイにして不透明度を 20% にしました。こちらのレイヤーを選択して、次は描画色を真っ白 FFF の真っ白にしてブラシツールに持ち替えて、この左上の方にふわっとハイライトを入れていきます。さりげない感じでちょっとで大丈夫です。はい、こんな感じで大丈夫かなと思います。左上から光が来て右下に影を作っているので、左上の方にハイライトを入れて右下の方にシャドウをつけました。ちょっと非表示にしてビフォーアフターを比べてみたいと思います。これがビフォーで、これがアフターです。シャドウとハイライトがないときはちょっとのっぺりした感じに見えると思うんですけども、このようにシャドウとハイライトをつけることで先につけたドロップシャドウとの馴染みが良くなったと思います。シンプルなデザインなので、このような工程がとても重要になってきます。この段階で位置が気になるようであれば調整します。スニーカーのレイヤーからハイライトのレイヤーまでを全部選択して同時に動かしてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。最後に全体にノイズをかけて仕上げていきたいと思います。背景レイヤーをコマンド J で複製して一番上に持っていきます。で、こちらのカラーオーバーレイを000000の真っ黒に変更します。で、こちらのレイヤーを右クリックからスマートオブジェクトに変換します。こちらのフィルターメニューノイズを加えるにチェックを入れて、量を 400%、均等に分布で、こちらで OK します。こちらの描画モードを上算にして不透明度を 10% にします。はい、こちらで完成です。今回は今年のデザイントレンドの一つであるボールドミニマリズムのバナーを作ってみました。大胆なタイポグラフィーや高いコントラスト、余白を生かしたデザインが特徴です。スポーツブランドやアパレル、飲食系など割とどんなものにでも合うデザインなので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。